無限増殖する人真珠。マムシの侵攻に敗北しかけたボルトたち。しかしイノジンの命を懸けた新天神の術によってマムシの討伐に成功し、ひまわりを死の運命から救ったのもつかの間、新たな脅威がボルトたちに迫ります。ということで今回はボルト対コードの戦い、そしてサラダの万華鏡車輪ガンについて考察していこうと思います。この動画はボルト最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のリンクでボルト最新話を読んでから見てね。10尾の化身である人真珠。その中でも特に欲望が強いマムシはエーダに浴場し、エーダを手に入れるために火影の里に迫ります。他の人真珠は愛とか親子の絆とかが原動力だけど、こいつだけはもろに性欲なのが気持ち悪いんだよね。エーダをかくまう木の葉の里はボルトに縁が深い者たちだけを集めた討伐隊を結成。ボルト、デーモンを筆頭にマムシの数を減らし50匹を切ったところで、サラダの万華鏡車輪ガン、大昼目によって一気に殲滅する作戦でしたが、万華鏡車輪ガンの負荷に耐えきれず、サラダは目から流血して倒れてしまいます。めちゃ強いけど1回しか使えないのはきついって。作戦が失敗し、徐々に追い詰められるボルトたち。しかし家臣孤児の未来史で助言されたイノジンが新天神の術でマムシの精神を乗っ取り、弱点の目をデーモンに破壊させることでマムシを討伐することに成功します。両目が潰れるよりひまわりが死なない未来を選んだんだね。イノジンの活躍によりマムシを討伐することに成功したボルトは、人真珠が死んだ時に現れる核トゲ玉を手に入れ、ある作戦を思いつきます。人真珠の元になった宿主を救うにはトゲ玉が必要なのですが、トゲ玉は真珠に埋め込むことで再び人真珠として復活することが可能です。マムシの宿主になったバグはコードのアジトに囚われているため、バグを救うふりをしてコードのアジトに近づけば必ずコードがボルトの命を狙って待ち伏せするはずと考えたボルトは、家臣孤児の未来史による助言を受けつつコードと共闘する未来をねじ伏せてコードを殺すことを決意します。シビアな判断するところがナルトじゃなくてサスケにそっくりだよね。一方、戦いを終え病院で目を覚ましたサラダ。しかし眼鏡をかけても視界がぼやけているようで、治療に当たった桜はサスケを長年見てきた経験から、万華鏡車輪ガンを使い続ければいずれ完全に失明することを告げます。それでもボルトのために命を懸けようとするサラダの覚悟を汲み取った桜は、若かりし頃の自分、そして愛する人たちのために全てを投げ打つサスケやイタチの姿を重ね、笑顔でサラダを送り出します。なんだろう。桜の規制に驚く蝶々たちでしたが、母の最上級の声援を受け気合が注入されたサラダは再び戦いへと舞い戻っていきます。すみれちゃんです。場面は再びボルトに移り、案の定潜んでいたコードの襲撃を受けるも、すでに上眼で見抜いていたボルトは決まれば一撃必殺の螺旋丸渦彦のチャクラを練り終えており、コードの奇襲にカウンターを重ねます。食らったら一生立ちくらみがする最強螺旋丸。寸出のところで渦彦をかわし対峙するボルトとコード。一度敗北し情けをかけられた苦い過去を持つコードはボルトに対して憎しみをあらわにするも、冷静な表情でボルトはコードを煽り散らかします。ちょっと言い過ぎではボルトさん。プライドがズタズタにされたと思いきや、冷静だったコードは今にわかると言い残し撤退していくのでした。家臣孤児からも煽りすぎと釘を刺されたボルトは崩壊するトゲ玉とバグを見つめ、魂が燃え腐っていくのを静かに見守るのでした。絶対助ける気なかっただろ、冷酷主人公。人真珠を順調に討伐し、残りはジュラと左だけになったものの、未だに攻略法が見えないジュラと意味深に暗躍するコードの存在が不気味な状況ですね。コードが最後までやらかしそう。家臣孤児の未来予知ではサラダが人質になることが予見されており、コードの去り際のセリフからも何らかの絡め手を使ってくることが予想されるので、今後はサラダの存在が物語の鍵になると思われます。左もサラダ狙いだし、左との交戦中にコードが乱入してサラダをさらっちゃいそうだね。真術や人真珠が登場してからは普通の忍者は基本戦力外、味方サイドではボルト、デーモンが主力で、カワキはアマドとの交渉で主戦力になる可能性があります。ぶっちゃけミツキとサラダは戦力外なんだよね。ミツキはともかく
サラダは大昼目が強力で人真珠の竜を一撃でひねりつぶした実績があるので、大昼目が連発できれば最前線で戦えるようになるでしょう。でも1日1回が限界じゃ戦えないよ。サラダの大昼目は膨大なチャクラ消費と失明が最大のネックです。逆に言うと、それが解消できれば超重力による必中必殺の広範囲攻撃が連発できるようになり、重力操作による飛行も可能になるので、ジュラ戦においてアタッカー兼サポーターの役回りができるようになります。臨界対戦の時のさくらちゃんみたいなポジションだね。そこで重要なのが白毫の術です。白毫の術とは5代目火影である綱手が編み出した術で、長年かけて額にチャクラをため緊急時に解放することで体が真っ二つになっても復活する忍法創造再生を発動することができます。白毫の術を習得した医療忍者だけが前線で戦えるんだよね。絶大なバフがかかる白毫の術ですが、習得が難しく、綱手以外では桜しか習得できていません。桜も創造再生が使えるのかは不明ですが、すでに額に100号の印が刻まれているため、術発動のためのチャクラは十分溜まっていると思われます。でもさ、さくらちゃんってチャクラコントロールがめっちゃうまいから習得できたんじゃなかったっけ？そもそも医療忍術はチャクラコントロールが難しく、天性の繊細さと適性がものを言う世界のため、ナルトやサスケですら医療忍術は使えません。さらに白毫の術を使うためには綱手ほどの除血でも3年間チャクラを貯め続ける必要があるので、一長一短でできるものではないのです。3年間も待ってる余裕ないよ。ジュラやコードが迫っている現状では悠長に修行をしている時間などありません。ボルとヤイの陣も修行する時間が圧倒的に不足していたので、家臣孤児の実法によって未来の真術を教えてもらい、実践の中でものにしていくしかありませんでした。サラダは桜の娘なので才能はあるにしても、今まで医療忍術を勉強してこなかったので、すぐに白毫の術を習得することは不可能でしょう。しかし一つだけ方法があります。それは桜からサラダへの白毫の術を継承することです。そんなことできるの？結論から言うと可能です。臨界対戦でチャクラを使い切った綱手がダンからチャクラをもらい、瞬時に白毫の術を復活させています。この事例からサラダ本人が白毫の術を習得していなくても、桜から貯めたチャクラを受け継ぐことができれば白毫の術を発動できる可能性は高いでしょう。桜とサスケの娘だから才能は十分だもんね。白毫の術を習得したサラダであれば大昼目を発動し続けることができるので、最終決戦では100号サラダの勇姿が見えるかもしれませんね。ブラックホールで真珠ごと没入よ。ということで今回はサラダの今後について考察してみましたが、いかがだったでしょうか。あなたの感想や考察をコメント欄で教えてね。チャンネル登録と高評価、ハイプもしてくれると励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。